皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日韓関係の動きについてあれこれちょっと見ていこうと思います。特定の記事について深く掘り下げるというよりは全体の流れをつかむ回になります。そのために今回はまずは日経新聞の行った世論調査、そしてその世論調査をあちらの国の報道が取り上げていること、そしてムン・ジェイン大統領の支持率の変化という記事について連続してお聞きください。日本経済新聞、日韓関係改善急ぐ必要ない 69%。日本経済新聞社の世論調査で、日本政府が相手国との関係についてどのような姿勢で挑むべきかを聞いたところ、日本が譲歩するぐらいなら関係改善を急ぐ必要はないが 69% に上った。関係改善のためには日本が譲歩することもやむを得ないは 19% にとどまった。関係改善を急ぐ必要はないと答えた人は内閣支持層で 75%、不支持層でも 64% だった。同じ質問をした8月30から9月1日の調査でも関係改善を急ぐ必要はないは 67% だった。日本政府があちらの国向けの半導体材料の輸出管理を強化したことや、警国が GSOMIA の破棄を決めたことで日韓関係は冷え込んでいる。安倍晋三首相は24日、イ・ナギョン首相と会談したが、関係改善は見通せていない。中央日報の記事においては日本経済新聞のパーセンテージ等を紹介していますが、日経の記事をそのまままるで転載したかのような内容になっています。日本が譲歩するぐらいなら関係改善を急ぐ必要はないという回答が 69% を記録し、これが前回の調査よりも増えたということをメインに伝えています。それでは日経の世論調査の内容について、日韓関係の改善以外の部分についても少しご紹介しましょう。まずは安倍内閣の支持率です。現在の支持率は 57%、不支持率は 36%。この値はここ最近ではあまり大きな変化はありません。そして世論調査の中で他に気になったのが、次期首相にふさわしい人という質問項目です。次の政権の首相にふさわしいと思うのは誰ですか？次の10人から1人だけお答えくださいという具合にして、その10人については細かく見ていかないのですが、ここで大事なのはやはり1位が誰かというところです。1位は20% を獲得した小泉進次郎氏です。小泉進次郎議員は環境省の大臣に就任したわけですが、ここ最近の発言というものはキレがなく、そのために大いに批判を浴びているように私には見えます。私としてはこの環境省に就任してからというもの、あまり良い働きをしているようにはとても見えないので、もっと人気が下がるかと思っていました。また、この中において次期首相にふさわしい人の2位に石破茂氏が入っているのも私は何とも納得できないものがあります。ただ世間的にはこの石破茂議員についてもまだまだ人気があるのでしょう。さて、日本は相手国に対して譲歩する必要などないというのが国民の多くの意見だったことが分かったわけですが、そのような空気を読んでか、菅官房長官はこのような発言をしています。毎日新聞より相手国側に話し合い求める雰囲気。菅氏、日韓関係悪化で言及。菅官房長官は27日、東京都内で開かれた経営者団体主催の講演会で、元徴用工問題などをめぐって冷え込んでいる日韓関係について、相手国がこのままではダメだ、何らかの話し合いをという雰囲気になってきていると述べた。24日の安倍晋三首相とイ・ナギョン首相との会談を受けた発言とみられる。菅氏は相手国の最高裁が昨年10月に日本企業に元徴用工への賠償を命じた判決に関して、元徴用工への補償問題は1965年の日韓請求権協定で全て解決すると書かれていると改めて強調した。請求権協定はそれぞれの国の立法、行政、裁判所を含む司法も遵守するものだ。ここに従って日本は解決しようと言っていると日本の立場を説明。日本政府が協定に基づいて求めた政府間協議や第三国を交えた仲裁委員会の設置を相手国が拒否したことを批判した。このような動きの中で、ムン・ジェイン大統領の支持率は上昇しているというニュースも見ていきましょう。
連合ニュース、ムン大統領の支持率 45.7%、法相辞任後2週連続で上昇。世論調査会社リアルメーターが28日に発表したムン・ジェイン大統領の支持率は、前週に比べ 0.7 ポイント高い 45.7% だった。2週連続の上昇。不支持率は 1.9 ポイント下落の 50.4% で、支持率と不支持率の開きは前週の 7.3 ポイントから 4.7 ポイントに縮まった。リアルメーターはムン・ジェイン大統領の支持率について、様々な疑惑が取り出されている側近のチョグク前法務部長官が14日に辞任して以降、下落傾向に歯止めがかかり、回復に転じたと分析している。それではまずは日経新聞の行った世論調査についての考察を一つしましょう。まず日韓関係の改善を急ぐ必要はないという声が 70% 近くありました。しかもこれはわずかではありますが上昇傾向にあります。ここから見てわかるのは当然のようにして、日本の国民の多くは日韓関係が冷え込んでいる状況でも全く問題なく、むしろ正義を求めている状況です。ムン・ジェイン大統領が日本のことを盗っ人たけだけしいなどと言って非難しているのを見て、日本国民もこれは相手国の方が悪いということをより多く知ることができました。そういった意味においてムン・ジェイン大統領は日本人の多くの人たちにとって、あの国はなんてひどい国なんだろうという認識を広めたという意味で非常に功績があります。しかし一方でムン・ジェイン大統領の支持率が上がったということは見逃せません。なぜならば、この支持率が上がった上昇として考えられるのがイ・ナギョン首相の訪日だからです。イ・ナギョン首相が天皇陛下の即位の礼に際して訪日するということが決まって以来、あちらの国の報道ではイ・ナギョン首相を持ち上げる記事が一気に増えました。そのことによって一番何が問題かといえば、それはチョグク前法相に対する追及といったものが非常に弱まったことです。彼を任命したムン・ジェイン大統領に対する追及も同じく弱まったと見ることができます。少なくとも国民の目としては、そういった問題よりも、イ・ナギョン首相が日本に行って何か物事が改善するのかなというところに期待させるような報道が多くされて、そのためにチョグク問題といったものが全く隠された状況になりました。そしてそのことが国民に大きく影響するのは何といっても、反日問題においては与党であろうと野党であろうとも、そしてその他不動票ともいえる中間層の人たちにとってみても、それは一つにまとまることができる項目です。日本が悪いというこの一言によって与党も野党もそして中間派の人たちもそれはその通りだという具合にして一つにまとまってしまうわけです。この構造的な反日によって意見が統一されてしまうという現象は一方では日本では起こっていません。例えば日韓関係の摩擦について言えば、安倍政権がどれだけ相手国に改善を求めていようとも、それとは全く別の動きをしている人たちもいます。いわゆる改善を求めるのではなく、日本が譲歩せよという意見です。これは何も野党だけではありません。自民党の中においても、このように日韓関係の改善ではなく、日本の側が折れて、そして相手に屈服する形での改善を求めるというような人たちもいるわけです。その代表格として言われるのが、いわゆる二階幹事長のような自民党内における新韓派の議員たちです。この新韓派の議員たちだけではなく、経済界においても同じようにして、このまま現状を維持するわけにはいかない。日本側の方が早く折れてくださいというような意見を出す人たちもいます。イ・ナギョン首相は日本に来た際には、この日韓関係の改善について乗っ取りをしたということを以前お話ししました。それは日韓関係を改善しなければならないという認識で一致したというその話について、日本側が求めているのは悪化した状況を相手国が改善せよと求めているのに対して、一方でイ・ナギョン首相の求める改善しなければならないというのは、日本側が譲歩して物事を改善しなければならないという、その中身においては真逆であったということです。そしてイ・ナギョン首相はその目的を果たすために、経済界の人たちと会い、また日本の議員たちとも会って、そのような動きを働きかけてくださいというふうに協力を求めたわけです。そして、イ・ナギョン首相がこうやって日本の中で時間を稼いでいる間にも、本国においては
日本に対する注目が集まり、そして日本に注目している間はムン・ジェイン大統領に対する追及といったものが抑えられることによって支持率が上昇するという現象が起きています。そういった意味においては、イ・ナギョン首相が訪日、そしてほとんど意味のない親書を渡したというのは一つ成果がありました。それは時間稼ぎそのものがムン・ジェイン大統領にとっては良い材料だったということです。この流れを見ていくと、安倍政権は今、自分たちがしっかりと日韓関係に対して相手側に対して改善を求めるという意思は変えていないのですが、その足元においては自民党の中においても野党からにおいても徐々に批判を集めることになるでしょう。そのような政治的な動きに加えて経済界もこのままでは問題では日本の側の方が早く折れてくれなどというような声が上がってきたときは、最後に頼れるのは国民の支持しかありません。私は自民党をもろ手で全ての政策について賛成するなどということは決してありません。いわゆる良いことは良いこと、悪いことは悪いこととして批判し、そして賛同もするわけですが、この日韓関係においては、安倍政権以外にはこの問題に対処できるわけはありません。少なくとも与党においても、そして野党においても他の首相に変わってしまえば、おそらく相手国の求めている日本側が折れる形での日韓関係の改善といったものを図るようになってしまうでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルを登録していない方はぜひともチャンネル登録を。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。